今厳しい状態にいるのに、プラス100の思考をするのは無理です。でも、今厳しい状態であっても、マイナス100の思考ではなく、マイナス90の思考ができるはずです。ほんの少しでもプラスに近づく思考をするぞと決意してください。我々は現実の中で生きているので、変えられないこともたくさんあります。でも、現実の中でも思考はある程度なら選べます。選べる思考の中で一番いいものを選ぶぞと決意してください。長年の習慣を変えるには決意が必要です。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日は長いことずっとマイナス思考で生きてきたアダルト・チルドレンが、どうにかして少しでもプラス思考へ変えていくための話をします。小さい頃からの思考の習慣を変えていくのは大変ですし、時間はかかりますが、不可能ではありません。そして、変えるメリットもたくさんあります。1、なぜアダルト・チルドレンはマイナス思考の人が多いのか。2、マイナス思考の問題点。3、プラス思考に変える準備。4、このように考えようという提案。5、ポイントの振り返り。6、すぐにできること。このような順番で話します。小さい頃に家族を亡くすなど、とても大きな悲しい体験をしたなどでマイナス思考になる人もいますが、このチャンネルはアダルト・チルドレン専門チャンネルですので、不慮の事故や遺伝子の問題より、小さい頃の家庭環境などを中心に考えていきます。では、アダルト・チルドレンはなぜマイナス思考の人が多いのかというと、原因は一つだけではありませんが、少し例を出します。例えば、子供をアダルト・チルドレンにしてしまう親は、ネガティブで悲観的だったり、イライラを子供にぶつける親が多いです。子供は意図せずとも親の生き方を学ぶので、いつもネガティブで悲観的なことばかり言う親のそばに小さい頃からいれば、子供もマイナス思考になりやすくなります。また、イライラしている親にいつも責められていれば、自己肯定感は低くなり、自分はダメな人間だ。自分はどうせ失敗する。というマイナス思考が身につきやすくなります。さらに、このように親に守ってもらえるどころか、責められて育ってくるということは、自分で自分を守る必要性が出てきます。そこで、アダルト・チルドレンは、自己防衛が過度に強くなります。そして、マイナス思考というのは、あらかじめ悪いことを想定しておくという、ある意味自己防衛の側面もあります。もちろん他にもいろいろありますが、このようなことでアダルト・チルドレンはマイナス思考になりがちです。次にマイナス思考の問題点を考えてみましょう。マイナス思考の問題点一つ目は、自己否定がどんどん強くなります。いつもネガティブなことばかり考えているということは、自分に俺はダメ人間だ。私にはできるわけがない。と繰り返し言い続けているのと同じです。繰り返し言い続けているうちに頭の中に深く刻み込まれて、どんどん自己否定を強めることになります。
マイナス思考の問題点2つ目は、挑戦ができなくなり、人生での可能性を狭めます。自分にはできない、どうせ失敗する、とマイナス思考を続けることで挑戦する勇気がくじかれ、自分の人生をワンランク上げることや成長することが難しくなります。仮に頑張って挑戦しても自分に自信が持てないために控えめになり、思いっきりパフォーマンスを発揮することができなくなります。マイナス思考の問題点3つ目は、人間関係が悪化します。マイナス思考だと、他人と自分がうまくやっている姿が想像できないために一歩引いてしまい、親しい人ができなかったり、今ある関係が悪化しやすくなります。マイナス思考の問題点4つ目は、幸福感が低下します。マイナス思考の人は、ポジティブな出来事には意識が向かずに、ネガティブな出来事ばかりに意識が集中するので、喜びや幸せを感じにくくなります。例えば、マイナス思考の人は、ある一人の人と人間関係で失敗すると、その人ばかりに意識が集中して、他の人とうまくいっていることや仕事でうまくいっていることには意識がいきません。こうなれば喜びや幸せを感じられません。マイナス思考の問題点5つ目は、健康にも悪影響を及ぼします。マイナス思考が続くと抑うつ的になり、睡眠障害や他にも心や体に悪影響が出やすくなります。一方、プラス思考の人はこれの逆ということです。自分についていいことばかり考え続けるので自己評価は上がるし、結果についてもいいことばかりを予想するので、積極的に挑戦し、今より良い人生に変えやすくなります。また、脳と体はつながっているので、プラス思考でいると体も生き生きとしてきて、良いパフォーマンスが発揮しやすくなります。そして、いつもいいことばかり考えるので、幸福感も上がってくるし、良い気分でいれば人間関係もうまくいきやすくなります。このようなことからプラス思考になろうというようなことをよく耳にすると思います。でもそう言われても、今まで何十年もマイナス思考で生きてきた人が急に一気にプラス思考になれるわけがありません。もちろん、俺は誰よりも優れている。私は誰にも負けない才能を持っている。というのが現実的な人はそのように考えるべきですが、心の底ではそんなわけないと確信しているのに、上辺だけで俺は誰よりも優れている。私は誰にも負けない才能を持っている。と無理やりプラス思考にしようとしても無意味です。そもそもプラス思考がいい結果を出せるのは、それを心から信用できている時です。つまり、物には順序があるし、準備も必要です。なので、端から逆の端に行こうとするのではなくて、まずは極端なマイナス思考から抜け出すことを考えましょう。これは物事を現実通りに見る努力をしようということです。つまり一気に俺は誰よりも優れている。私は誰にも負けない才能を持っている。と現実離れしていることを考えようと提案しているのではなくて、自分はどん底にいる。
私は誰よりも劣っているという感じ方が現実に合っていないということに気づいてほしいのです。現実に合っている思考とは、自分はスーパーマンではないことを認め、限界があることも認め、でも自分はどん底にいるわけではない。誰よりも劣っているわけではないと、現実通りに立ち位置を把握することです。ここでの問題点は、過度なマイナス思考は小さい頃からなので、それが当たり前すぎて、何の疑いもなく、何の反証も探さずに、そのように決めつけているということです。つまり、マイナス思考が癖になっているのです。つまり、現実的に検討していないのに、それが現実だと思い込んでいます。思考の癖というのは、このような性質なので、無自覚で生きていると強化します。例えば、成功しても、たまたま運が良かっただけのように考えてしまうので、今までの人生の中で成功してもプラスになっていません。現実に合った思考に変えるには、自分の思考が行き過ぎているという自覚と、それを変えるための意識的な訓練が必要です。これからは意識的に自分の思考は本当に正しいのかと疑いを持って生きていきましょう。そして少しずつ自信をつけていったら、自然ともっとプラス寄りに考えられるようになっていくかもしれません。極端なマイナス思考を現実に合わせる努力と同時に、現実の範囲内でプラス思考になるように意識的に思考を変えていきましょう。例えば、日常生活の中でマイナス思考が浮かんだら、おそらくその思考は今までの習慣で極端なマイナス思考になっていると思います。そこで、この極端な思考をどのように考えればほんの少しでもプラス思考になるかと考えてみてください。欲張りすぎると失敗する確率が上がるから、ほんの少しで十分です。思考がほんの少しでも上向きになると気分もほんの少し上向きになります。では、いくつかこのように考えてみてくださいという提案をします。使えそうなのがあったら使ってみてください。例えば、自分はどうせ失敗するから挑戦するだけ無駄だ。このような堅くななマイナス思考をしているとします。ほんの少しでも上向きになる考え方を探してみましょう。人によって正解は変わると思いますが、例えばこういうのはどうでしょうか。やりながら覚えよう。やりながら成長しよう。こういう考え方です。人は誰でも最初から上手にやることはできませんが、だからといって、やる前にものすごく準備をして、完全になってから始めようとすると、始められないし、時間の無駄です。でも人間は何かをやり続けていると学習します。上達します。机上の空論で勉強しているより、実践で始めてしまった方が圧倒的に早く上達します。このように言われても、多くのアダルトチルドレンは小さい頃にダメな子ねと言われていたり、あなたは劣っているというメッセージをもらっていたりで、そのように思い込まされているから、自分が上達する、自分にはできると信じられない人もいると思います。自分も上達するからできるようになるを信じられない人は、
人間は上達するからできるようになると考えてみてください。そしてもう一つ大事な考え方は、できることを一生懸命やっておけば、未来は今より良くなる可能性がある。このように考えてみてください。ここでのポイントは、これらの思考は現実を無視して、上辺だけ無理やりにポジティブにしているのではなくて、現実の範囲内の思考ということです。もちろん全ての人に当てはまるわけではありませんが、信じられる範囲内の思考をということです。そしてできないことを考えていてもいいことないので、今この場面でできることに集中しています。このように考えれば挑戦しやすくなります。次に失敗した時の考え方です。マイナス思考の人は、自分は何をやってもダメだと考えるかもしれません。そのようにマイナス思考で考えるのではなく、この失敗から何を学べるだろうと考えるようにしてみてください。そしてその失敗は自分全体から見るとほんの一部に過ぎないという考え方をしてみてください。ネガティブなことばかりに意識を集中させている人は、ポジティブ面を無視するので、一つ失敗すると、自分全体がダメ人間みたいな感じ方をします。失敗したことは、自分全体の中のほんの一部分に過ぎません。長い人生の時間軸として見ても、その失敗は一瞬のことに過ぎません。次の例は、アダルトチルドレンの中には、もうダメだ、一生立ち直れないと抑うつ気分になっていたり、どん底まで落ち込んでいる人もいるかもしれません。一生立ち直れないという極端な思考だから、どんどん抑うつ的になってしまいます。そう考えるより、今は落ち込んでいるけど、そのうち抜け出せるだろうと考えてみてください。もちろん、抑うつ気分を超えて、心の病気にまでなってしまっている人は、そのように思えるはずがありません。そのような人は病院に行く必要があると思います。アダルトチルドレンからの回復も、どうせ無理だ、一生このままだと考えていると、余計に暗くなって回復のためのエネルギーも失ってしまいます。一生このままだと極端なマイナス思考にするのではなくて、今すぐには回復できないけど、今より少し前向きな気持ちになることはできる。このように考えてみてください。そして自分のダメなところばかりに気を取られないで、自分の中にある良いところを見つける練習も必要です。このように言うと、アダルトチルドレンは、自分にいいところなど一つもないと断言する人が多いのですが、それも同じことです。小さい頃からネガティブ面しか見ない習慣がついているんです。だから、あなたはここがすごいじゃないかと言われても、そんなところがすごくても意味がないと長所として認めません。無自覚で生きていれば一生このままだと思います。そこを意志の力を使って自分の中にある良いところを探す練習をしてみてください。そして自分にいいところなど一つもないと考えるのではなくて、この思考をどのように考えれば
ほんの少しでもプラス思考になるかと考えてみてください。今厳しい状態にいるのに、プラス100の思考をするのは無理です。でも、今厳しい状態であっても、マイナス100の思考ではなく、マイナス90の思考ができるはずです。ほんの少しでもプラスに近づく思考をするぞと決意してください。我々は現実の中で生きているので、変えられないこともたくさんあります。でも、現実の中でも思考はある程度なら選べます。選べる思考の中で一番いいものを選ぶぞと決意してください。長年の習慣を変えるには決意が必要です。他にも、ネガティブな人から離れること、毎日ポジティブな出来事をノートに書くなども大事なことです。そしてもちろん時間をかけて自己肯定感を高めていくことも必要です。ではポイントを振り返ります。アダルトチルドレンはマイナス思考の人が多いです。マイナス思考は放っておけば良くなるというものではありません。むしろ自分にネガティブな言葉をかけ続けるわけですから、どんどん自己否定が強くなっていきます。そして自己否定が強くなりすぎると、萎縮して挑戦できなくなったり、実力が発揮できなくなったり、人間関係さえも悪化させます。それだけではなく、マイナス思考の人はネガティブ面ばかりを見ます。例えば、今日休みだとします。なのに、明日会社で起きるかもしれない問題ばかりを考えていたりします。このように、楽しめるはずの時間でもネガティブなことばかり考えるので、幸福感が薄れ、抑うつ気分になったり、心や体に悪影響を及ぼすことがあります。一方、プラス思考の人は、成功より失敗の可能性が大きくても、そんなのは過去のデータに過ぎないと考えたり、作戦を変えたりで成功へ近づける力を持っています。また、プラス思考の人は幸せを感じやすく、人間関係もうまくいきやすいです。アダルトチルドレンは極端なマイナス思考を変えていく必要があります。だからといって、一気にものすごい自信家になれるわけではありません。そもそも多くのアダルトチルドレンは心の底で自分や周りの人や未来がとても素晴らしいとは信じていないので、上辺だけとても素晴らしいと思い込もうとしても意味がありません。現実を偽って自分に嘘をつくのではなく、まずは極端なマイナス思考を現実の範囲内でプラス側へ寄せましょう。現実の範囲内の思考とは、例えばテレビで活躍しているアイドルと知り合いになって恋愛関係になって、しかも完全に愛してくれる。このようなことは起こりません。でも、今よりワンランク人生が良くなることは誰にでも起こる可能性があります。これは現実的な思考です。他にも人生の中で時には問題も起こるだろう。でも問題が起こっても自分の力で対処もできる。このような思考は現実的だし、信じられる人も多いと思います。極端にマイナス思考をしている人は、このような思考を目指しましょう。そのために日常生活の中でマイナス思考をしていると気づいたら、
この思考をどのように考えればほんの少しでもプラス思考になるかと考えてみてください。ほんの少しでもプラスに近づく思考をするぞと決意してください。このようにして、まずは信じられる範囲内でプラス側へ寄せましょう。そして少しずつ自信がついてきたら、信じられる範囲も広げていきましょう。とはいえ、今の時点では極端なマイナス思考を信じ込んでいるのだから、自分の極端なマイナス思考が間違っているとはなかなか思えません。自分の思考は間違っていると認めるためには、現実の世界の中でその証拠をいくつも探す必要があります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、先にいい気分になっておこうということです。どういうことかというと、人は気分が落ち込んでいるときは、落ち込んでいる思考ばかりが出てきます。逆に、いい気分の時には、いい思考が出てきやすくなります。また、ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマンのポジティブ心理学が教えてくれる本物の幸せの見つけ方という著書に次のような実験の話が出ていました。被験者に次のように言います。画鋲の入った箱とろうそくとマッチ箱があるとする。あなたはろうそくのろうが床に滴り落ちないように壁にろうそくを取り付けなければならない。被験者は前もってキャンディーの入った小さなバッグをもらう。面白い漫画を読む。ポジティブな言葉を感情を込めて言葉に出して言うなどして、肯定的な感情をインプットされている。こういった工夫が人々の心地よさの感覚を刺激し、呼び覚まされたポジティブな感情が課題を解く創造性を生み出したとのことです。つまり、ポジティブな感情になっていると、脳が良い方向に働きやすいということです。いろいろいいことが思いつくということです。なので、少しでもいい気分になれるように自分にご褒美をあげたり、自分に優しい声をかけたりすることも大切です。また、一日の最後にその日あった出来事の中のポジティブな出来事をノートに書く習慣をつけるのも効果的です。マイナス思考の人は書こうとしないと、いいことがあっても無自覚のまま過ぎ去ってしまいます。これではもったいないです。だから、あの人と会えて嬉しかった。お昼に食べたあれが美味しかった。夕日がとても綺麗だった。など、何でもいいので、ポジティブなことを書いて意識するようにしましょう。また、明日のことについてネガティブなことを考えていると気づいたら、今に集中することでマイナス視点をそらせます。例えば、明日仕事で失敗して上司に怒られるのではないかと考えていると気づいたら、例えば今飲んでいるコーヒーに集中してみましょう。無意識で飲まないで味に集中して、自分はもうちょっとミルク多めの方が合ってるな。熱々で飲む方が好きだな。と味に集中して自分にドンピシャなコーヒーを作って自分にプレゼントしてあげてください。そしてプラス思考に変えるには自分に自信をつけることも大切です。
アダルトチルドレンはありのままの本当の自分で生きよう。アダルトチルドレンの自己評価、直し方などの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。